SES 営業が俺のスキルシート持って客先大炎上した結果、スキルシートを持っておいたぞ。お前の嘘で2億円飛んだな。俺は27歳の SES エンジニア。バックエンドとインフラを担当してて実務経験は3年。 SES っていうのは客先に常駐して働くエンジニアのことなんだけど、この業界いろいろと闇が深いんだよな。ある日営業から連絡が来た。おい、いい案件見つけたぞ。大手 EC 企業で月単価75万。来週面談だ。お、75万ですか。どんな案件ですか。マイクロサービスの開発だ。 AWS と Kubernetes を使った案件でな。Kubernetes ですか。実は Kubernetes は触ったことがない。Docker は使えるけど本番環境での Kubernetes 運用は未経験だ。Kubernetes は未経験なんですが。大丈夫大丈夫。Docker できるなら問題ないって。面談は俺が同席するから任せとけ。不安だったけど営業が同席するなら大丈夫かと思った。でもこの判断が大きな間違いだった。客先のオフィスは綺麗で従業員も3000人以上の大企業。お世話になっております。よろしくお願いします。早速ですが、スキルシートを拝見しました。実務経験8年のベテランなんですね。8年。俺の実務経験は3年のはずだが。Kubernetes の本番運用経験も豊富とのことで、マイクロサービスの設計実装も多数手掛けられているとか。何もかも盛られてる。Kubernetes は未経験だし、マイクロサービスも実装経験ない。はい。彼は非常に優秀なエンジニアです。AWS アーキテクトとしての設計経験も豊富です。AWS アーキテクト？俺は EC2 と S3 が使えるくらいなのに。それでは技術的な質問をいくつか。Kubernetes のポッド間通信でサービスメッシュは何を使いますか。サービスメッシュですか。名前は聞いたことあるけど使ったことない。彼はイスティオとリンカーディの両方に精通しております。はい、何も答えられない。営業の目が黙ってろと言っている。マイクロサービスの API 設計で重視することは。彼は REST と gRPC の使い分けに精通しております。イベント駆動アーキテクチャの実装経験も豊富です。聞いたことない単語ばかりだ。素晴らしい。ぜひお願いしたいです。では来週から配属でお願いします。はい。これはひどい。営業が完全に嘘ついてるやん。一致がかわいそうすぎる。面談後すぐに営業に詰め寄った。スキルシートが全然違うんですけど、実務経験3年が8年になってるし、Kubernetesなんて触ったこともない。ああ、そりゃそうだろう。スキルシートなんてみんな盛るもんだよ。みんな盛る？できもしない技術を書くんですか。だってさ、正直に書いたら単価低くなるだろ。お前が頑張って勉強すれば問題ないって。勉強すれば1週間で Kubernetes マスターしろってことですか。できるできる。お前なら。それより今回の案件で俺の営業成績がかなり上がるんだよ。月単価75万だからな。会社の取り分も大きい。俺の手取りは30万円なのに。まあできなかったらクビだけどな。クビ？当たり前だろ。スキル不足で契約解除になったら会社の損失だからな。じゃあな、頑張れよ。営業はそう言って去っていった。配属初日、胃が痛かった。1週間毎日深夜まで勉強したけど Kubernetes の基礎が分かった程度。では早速ですが、担当してもらう業務を説明します。新しいマイクロサービスの設計と実装をお願いします。Kubernetes クラスタにデプロイして既存サービスと連携させてください。はい。何から手をつければいいのか全くわからない。あ、それとイスティオでのトラフィック制御も設定してください。期限は2週間です。ベテランなら問題ないですよね。はい。その日の夜、家に帰っても眠れなかった。このままじゃ確実にクビになる。でも逃げるわけにはいかない。営業の嘘のせいでこうなったんだけど、客先に迷惑はかけられない。正直に話そう。いいちかわいそう。正直に話すのが一番だ。営業がマジで許せない。
配属2日目、俺は客先 PM に時間をもらった。どうしました？何か問題でも？はい、実はお話ししたいことがあります。正直に申し上げます。私のスキルシートが営業に盛られていました。盛られていたとは？実務経験は3年です。8年ではありません。Kubernetes は本番運用経験がありません。マイクロサービスの設計実装も実務では未経験です。何だと？どういうことだ？スキルシートは嘘だったのか？俺は知らされていませんでした。営業が勝手に持ったんです。でも必死に勉強します。1ヶ月時間をください。追いつきます。1ヶ月だと？こちらはベテランを求めていたんだ。申し訳ありません。でも嘘はつきたくなかった。客先に迷惑をかけるわけにはいかないと思いました。あなたは正直に言ってくれたんだな。嘘をついてごまかすこともできたはずだ。わかった。1ヶ月様子を見る。ただしその間に基礎は習得してもらう。できなければ契約解除だ。ありがとうございます。必ずやります。 PM 優しい。一致の誠実さが伝わったな。正直に話してよかった。俺は必死だった。毎日深夜2時まで勉強。Kubernetes の公式ドキュメントを全部読んだ。マイクロサービスのアーキテクチャも必死に学んだ。休日も全て勉強に費やした。1週目、Docker コンテナの基礎から学び直した。Docker ファイル、Docker コンポーズ、イメージ管理、全部実際に手を動かして覚えた。2週目、Kubernetes の概念と格闘した。ポッド、デプロイメント、サービス、イングレス。最初は全く理解できなくて泣きそうだった。でも諦めずにローカル環境でミニキューブを動かして実験を繰り返した。一致本当に頑張ってるな。1ヶ月は短すぎる。3週目、マイクロサービスアーキテクチャの設計パターンを学んだ。 API ゲートウェイ、サービスメッシュ、サーキットブレーカー。少しずつ理解できるようになってきた。4週目、実際に簡単なマイクロサービスを作り始めた。某言語で REST API を実装し Docker イメージを作成。それを Kubernetes クラスタにデプロイできた時は本当に嬉しかった。1ヶ月でそこまでできるのすごい。客先の先輩エンジニアも親切だった。これが Kubernetes のデプロイメントの書き方だよ。ありがとうございます。君すごく頑張ってるね。 PM から事情は聞いてる。応援してるよ。ありがとうございます。頑張ります。わからないことがあったらいつでも聞いてね。ポッドとコンテナの違いがいまいちわからなくて。ポッドは1つ以上のコンテナをまとめる単位なんだ。同じポッド内のコンテナはネットワークとストレージを共有する。なるほど、やっと理解できました。理解が早いね。この調子なら大丈夫だよ。みんな親切で本当に助かった。先輩いい人だ。一致頑張ってる。営業からメッセージが来た。おい、客先から苦情来てるぞ。スキルシートと違うって言われたらしいな。それは当然でしょう。あなたが勝手に持ったんですから。何言ってんだ。お前の努力不足だろ。スキルシートなんて誰でも盛るって言っただろ。お前がちゃんと勉強してないのが悪い。俺は毎日深夜2時まで勉強してます。それでも足りないってことだろ。もっと努力しろよ。最低だ。1ヶ月が過ぎた。Kubernetes の基本的な操作はできるようになった。簡単なマイクロサービスなら実装できる。1ヶ月経ったね。状況を報告してもらえるかな。はい、基本的な操作は習得しました。実際に簡単なサービスを実装してみました。見せてくれるかな。簡単な REST API と Kubernetes マニフェストを見てもらった。ふむふむ。合言語で書いたのか。このエンドポイントはどういう処理をするのだ。ユーザー情報をストックする API です。データベースへの接続はコネクションプールで管理しています。エラーハンドリングは HTTP ステータスコードで適切に返すようにしました。 Kubernetes マニフェストも見せてくれ。はい、デプロイメントとサービスを定義しました。レプリカ数は3、リソース制限も設定しています。ヘルスチェックも設定されているな。
よくできてる。1ヶ月でここまでできるとは思わなかった。先輩からも君の頑張りを聞いているよ。よく頑張ったね。合格だ。ありがとうございます。本当に嬉しかった。努力が報われた瞬間だった。そして数日後、ある事件が起きた。大変だ。B プロジェクトが炎上してる。何があったんですか？ SES から来たフロントエンドエンジニアが全く使えないんだ。スキルシートには10年のベテランって書いてあったのに、リアクトすら使ったことないって言うんだぞ。まさか嫌な予感がした。どこの SES 会社だって聞いたら、君と同じ会社だった。しかも担当営業も同時人らしい。同じ営業、あの営業、また同じことをしていたのか。営業が最悪すぎる。これは完全にアウトだろ。客先 PM から緊急会議の連絡が来た。今から SES 会社の社長が来る。君も同席してくれ。わかりました。会議室には客先の役員、PM、そして SES 会社の社長と営業がいた。この度は誠に申し訳ございません。申し訳ないでは済まない。B プロジェクトは2週間で完全停止だ。スキルシートには10年のベテランと書いてあったのに、実際は実務2年でリアクトすら使えない。C プロジェクトのインフラエンジニアもひどい。AWS のベテランと聞いていたのに、VPC の設定すらミスだらけ。B プロジェクトのデータベースエンジニアも同様だ。ポストグレース QL の実務7年と書いてあったが、実際は独学3年だけ。次々と明らかになる詐称の実態。営業やりたい放題じゃん。これ組織的犯罪レベル。それは営業の確認不足でして。確認不足。違うだろう。故意にスキルシートを持ったんだろう。そう、それは業界の慣習でして。業界の慣習だとふざけるな。それは詐欺だ。よく言った。 PM かっこいい。実は調査したんだ。あなたの会社から派遣された5人全員、すべてこの営業が担当していた。そして5人全員、スキルシートが実態と異なっていた。5人全員だと。ただ一人だけ例外がいた。この方だ。彼は自分からスキルシートの詐称を告白した。そして1ヶ月で必死に勉強して追いついた。彼の誠実さには感謝している。一致の誠実さが評価された。正直でよかった。しかし他の4人は違った。スキルシート詐称を隠し続け、プロジェクトを混乱させた。もう御社とは取引できない。すべての契約を解除する。すべての契約、それは年間に億円の契約ですよ。それはそちらの問題だ。ただし一人だけ例外を認める。彼だけは誠実だった。だから彼とは直接契約したい。直接契約。業務委託契約で月単価100万円、もしくは正社員として年収800万円、どちらか選んでほしい。月単価100万円。今の手取りは月30万円。 SES 会社の単価は月60万円だから30万円が中抜きされていた。でも100万円なら業務委託契約でお願いします。わかった。よろしく頼む。一方 SES 会社では、お前のせいで2億円の契約が飛んだ。お前は懲戒解雇だ。そんな。営業は懲戒解雇された。業界で噂が広まり、転職活動も難航したらしい。あれから1年が経った。業務委託契約で月100万円の収入は安定している。技術力も大幅に向上した。この1年で複数の大規模プロジェクトを成功させた。マイクロサービスの設計も任されるようになった。若手エンジニアのメンター役も担当している。一気成長しすぎる。正直に生きて大正解。実はお願いがあるんだ。正社員として入社しないか。年収1000万円だ。どうだろう。ありがとうございます。お受けします。こうして俺は大手 EC 企業の正社員になった。年収は360万円から1000万円に。尊敬される技術者としてのキャリアも手に入れた。そして何より正直であることの大切さを学んだ。一致最高。正直者が報われた。スカッとした。最後まで読んでくれてありがとう。牛を2。いい話だった。また書いてくれよな。